皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。 MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。スポーツライター入門講座ということで喋り続けてきたんですが、はい、今回はほぼ最後ですね。これがね、スポーツを考える、はい、スポーツを考える、はい、もうとにかくスポーツを考えなきゃダメだと、スポーツに対して疑問を持ったりして、スポーツを見て、スポーツを聞いて、そしてスポーツを表現して、そしてそれからスポーツを考えようと、最後になりましたけれども、考えなきゃ、人間は考える足ですから、考えないと人間ではなくなるわけですから、考えましょう。というのは何を考えたらいいのかというと、スポーツは本当に素晴らしいものかっていうのを考えた方がいいですね。我たちもスポーツライターずーっと長い間やってきました。20歳の時からやってきたというふうにも言えますから、今でも50年以上になったわけですね。その間スポーツを、一番最初にこの講座でも言いましたけど、スポーツを嫌いになれっていうことを言いましたよね。スポーツを嫌いになったけれども、やっぱりいいものが残るというのと同じように、果たしてスポーツって本当にいいものかなっていうのは考え直さないといけないはずなんです。というのは最近スポーツウォッシングという言葉が言われるようになってきて、スポーツを利用していろんなことをこう、目くらましする。要するに見えなくしてしまう。この前ワールドカップのサッカーがカタールで行われましたけれども、果たしてカタールの女性差別であるとか、カタールの労働者、外国人労働者に対するその差別であるとか、っていうものをワールドカップで隠れてしまったのではいけないっていうことですね。それと同じようにちょっと古い話になりますが、1960年には60年安保という大闘争が日本であったわけですね。日米安保条約に反対するということで、国会の周りを何万人もの人が渦巻いて、国会と首相官邸の周りでデモがすごく起こったわけですね。その時のきっと総理大臣だった岸信介という人が何て言ったかっていうと、善良な国民は後楽園球場で巨人阪神戦を見てるって言ったんですね。だからデモに来るような連中は善良な日本国民ではないと。だったら善良な日本国民は後楽園で、本当に野球を見て楽しんでいたのかと。これはなかなかはっきり言えない問題でしたね。一つ私の経験として喋ってみたいのは、もう話してもいいと思うんですけどね、私小学館の五郎という雑誌で、記者をやっていた時に、成田空港の開港の時の大騒動を取材するというのがあったんですね。どういう大騒動かというと、その時過激派の学生なんかと一緒に、成田空港建設反対を言っている農民の方もたくさんおられて、その人たちがすごい闘争を始めたわけですね。ヘルメットかぶって火炎瓶を投げたりしてたわけですね。それの中の、それのトップの人が戸村一作という人が成田でずっと古くから農業をやっていた方ですけれども、明日が成田空港開港の日だっていう時に、その人の家の前でカメラマンの車に乗って、ここで何が起こるか取材しなきゃいけないと待っていたら、
その中からそんなとこにいないでこちら入りなさいよって言われて家の中に入ったら外国から来た新聞記者とかがいっぱいいて、戸村一作さんがいかに成田空港がその土地を農民が奪われて出来上がってしまったかというような話をされているのを私も端で聞かせてもらってたんですけれども、その時にその、部屋の和室の横の通路とか土間ですね。で、おばさん方がみんな何してるんだろうと思ってみたら火炎瓶作ってるんですね。油入れて紙入れて、こういうこの人たち本気になって土地奪われたり人たちが戦おうとしてるんだと思った時にテレビでプロ野球ニュースをやってたんですね。で今日も巨人は勝ちましたとかっていうやってる時に、うわーこんな時に野球やってていいのかなって本当つくづく思いましたね。でも私にとってはそれすごくいい経験でした。その夜は戸村一作さんをカメラマンの車に乗せて、開港寸前の成田空港の周りを車で走って、もうなんか学生たちがみんなバリケード張って逆検問やってる中を走って、写真撮ろうとしたらそれだけはダメだとか言われてましたけれども、貴重な取材をしたのを今でも覚えてます。ただその時に果たしてスポーツが何の役に立ってるんだろうというふうに思ったことは事実ですね。でそれだけではないんですけれども、スポーツが役に立たないわけもないっていう素晴らしさというのもいろいろ感じたことは事実でして、ただ一体何のためにあるのかっていう考えた時に、IOC はオリンピックでどれだけ何をしようとしてるのか、世界平和だと言ってるけど本当は金儲けがしたいんじゃないか、ねえ、それは今回のね東京オリンピックでそうですね分かりましたよね。分かりましたね。いろいろおまけにね、日本も一体オリンピック何のためにしてるんか、金儲けのためにしてるんじゃないかっていうようなねところも出ましたしね。それから読売巨人軍は一体何のためにプロ野球やってるんだって、読売新聞を売るためにやってるんじゃないかとかね。主筆の方はねそう言ってましたけど、阪神タイガースは何のためにやってるんか、阪神電鉄が儲けるためにやってるんじゃないかと、それでいい選手は全部大リーグに行くだけじゃないかと、これはいけない、これではいけないんじゃないかとかいろいろ考えることは、スポーツの上で考えることは山ほどあります。最近も日本のオリンピック委員会の会長に、橋本聖子さんが就任されましたけれども、なられましたけれどもね、なんて言いますかね、オリンピックの男子のメダリストに対して抱きついてキスをしたような人がJOC の会長をやっていいのかとかね、自民党で裏金作っていたんではないかとかね、何億円っていう単位で裏金をあったみたいですね。そのおまけにまた喋っていることがね、日本にオリンピックを呼びたいって言われて、まだ言ってるのかっていうね。前の東京オリンピックの総括聞いたことないですよ。今度の札幌オリンピック、東京オリンピックの招致にどうして失敗したのか、初めはもう本命だと言われていたんですよね。なのに失敗したのはなぜなのかっていう総括きちんと聞いてないのに、もうまたオリンピック呼びたいっていう、それはないんじゃないかというようなことで、いろいろ考えます。いろいろ考えます。スポーツについていろいろ考えましょう。皆さんも考えてください。で、どのようにしたら自分の金が儲かるかということよりも、スポーツをどんなに素晴らしいものにして日本全体が幸せになったらいいのか、それを考えるのがスポーツライターの仕事だと。私も年取ったから言うんではないですけどね、40ぐらいの時から言ってましたけれども、やっぱりスポーツライターっていうの
が何のために存在しているか、スポーツを考えて、スポーツはこんなに素晴らしいもんだよっていう素晴らしい面を書くためには批判もいっぱいしなきゃいけないし、それをすることによって世の中が良くなればいいし、からもう世のため、人のためっていうとね、あんまりそんなかっこ言いたくないんですけれども、でも本当そうですよ。スポーツっていうのはやっぱり世のため、人のためになるんですよね。それを、公共物と、文化っていうでいう限りはそうですね。そうです。公共物ですからね、一つの会社とかがね、独占しちゃいけませんよね。そういうのを批判的に書くのが、スポーツライターの使命です。かつて、東京オリンピック1964年ですね。64年。それの招致に尽力したような人たちが、素晴らしい人が、いつも常に言っていた言葉、批判してくれ、批判してくれっていう。スポーツのリーダーとして素晴らしい人は、みんな批判してくれって言いますね。みんなと言っても、4、5人しか知りませんけどね。批判はダメだって、お前たちはダメだっていう人に限って絶対ダメですからね。批判してくれって言ってる人が、日本のスポーツを良くしてきた。ということは私は、経験上、断言できますね。名前をあえて言いませんけれども、批判はするなというふうにして怒ったような人たちのために日本のスポーツがどれだけ停滞しているかっていうのを考えたら、やっぱりそうですね。皆さんきちんとスポーツを考えましょうというのが、これが結論ですね。最後のね。結論プラス1っていうのがもう一度ありますんで、次の司会会ではこの結論プラス1の方が面白いですから、そっちを喋りましょう。はい。今日はこのぐらいにしておきます。はい。それでは皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズム、今週のテーマ、玉木のスポーツライター入門講座第3弾、その9ですね。サブ能力を数多く身につけ大いに利用しようです。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。